それって、私たちでユニットを組むってこと？そうだよね、プロデューサー。私がお客さんたちの前で歌う。もちろんだよ。よろしくね、プロデューサー。それに、ごめん。自己紹介からしなきゃだよね。私、八宮めぐる。二人は？桜木まのです。よろしくお願いします。風野日和です。よろしくお願いします。まのと日和だね。こちらこそよろしくだよ。って急にごめん。二人のこと名前で呼んでもいいかな。もう呼んじゃったんだけど。もちろん大丈夫だよ。私もめぐるちゃんって呼んでもいいかな。ひよりちゃんはどう？名前で呼んでもいい？よかったら私も。好きに呼んでくれていいよ。じゃあひよりだね。ありがとう。ありがとう、ひよりちゃん。それで、プロデューサー、ユニット名は決まっているんですか？イルミネーションスターズ？うわー！キラキラがいっぱいな名前だ！かっこいいなー。そうですか。わかりました。ありがとうございます。賛成！二人の話聞かせてほしいな。たくさんおしゃべりしようよ。この3人でデビューするなら、みんなで合わせるレッスンを早く始めた方が。みんなで合わせるためにだよ、ひより。そのためにコミュニケーションを大事にしなきゃ。私もよかったら二人のこと知りたいなって。わかった。やったー！ありがとう。じゃあまずは私から行くね。私はちょっと前から翼プロでお世話になってるんだ。ひよりとはレッスンでも何度か会ってるよね。そうだね。何度か見かけてると思う。八宮さんとユニットを組むとは思ってなかったけど。だからすっごく嬉しいし、今からが楽しみ。私たち仲間になったんだもん。ねえ、マノはどうしてアイドルになったの？私はプロデューサーさんにスカウトしてもらって。そうなんだ！スカウトってかっこいいね。マノに会ってプロデューサーはビビッときちゃったんだね。そんな。めぐるちゃんとひよりちゃんはもうレッスン始めてるんだよね。すごいなぁ。私まだしっかりやれてなくて、早く追いつけるようにしないと。そんなに気負わなくても大丈夫。一緒に頑張ろう。私もたくさん練習できてるわけじゃないし。私は高校で部活の助っ人をやってるんだ。バスケでしょ、バレエでしょ、あと水泳と陸上。すごいね。部活の助っ人って毎日大変そう。体を動かすのが好きなんだ。マノは何をするのが好き？私はお散歩が好きで、日向ぼっこしたり季節のお花を見て回ったりするのが好きだよ。そっかそっか。なんかあれだね。ほわほわしててすっごく女の子って感じ。ほわほわ？すっごく可愛いなーって思うよ。ひよりもそう思うよね。私は。そうだ、ひよりの話まだ全然聞けてなかった。ひよりのことも教えてほしいな。私のこと。
これが好きとか、こういうことしたいとか、なんでも大丈夫だからさ。私は、アイドルになりたい。これまでも、そのために練習をしてきたから、これからもずっと、そうしていくつもり。輝けるような存在になりたいから。私も一緒に頑張りたい。私も、めぐるちゃんと同じ気持ちだよ。3人で頑張りたい。デビューライブと、ウィングに向けて。じゃあ、改めてよろしくだね、2人とも。私たちで一番輝くアイドルになっちゃおう。まだまだダメ。もう一度。あれひよりちゃん？桜木さん、おはよう。おはよう。ひよりちゃん早いんだね。レッスンの時間まだなのに。気になるところがあったから、確かめておきたくて。少しでも進めておかないと、後で困るだろうし。すごい。ごめんね。変な意味じゃなくて、ひよりちゃんはこれからのことを考えて、今頑張ってるんだなって思ったから。それは、当たり前のことじゃない。桜木さんは違うの？もちろんそうなんだけど、でも、私だったらきっと、目の前のことでいっぱいいっぱいになっちゃうと思うんだ。だから、ひよりちゃんはすごいなって、私も見習わないと。そんな、すごいことってわけじゃ。そんなことは、うん。おはよう！みんな揃ってる？めぐるちゃん、おはよおはよう、八宮さん。揃ってたね。私が最後だったか。2人とももうレッスン始めてた？私も今来たばかりだから。時間だよ。そろそろ、始めよよーし！気合い入れていこう。まずはボイストレーニングからだね。3人で声を合わせてみよう。はぁ。一旦、休憩にしようか。そうだね。お疲れ様。お疲れ様。マノ、すごいね。すっごく綺麗な声だった。そうかな。自分ではよくわからないけど。私も綺麗だと思った。その声、桜木さんの魅力だから、しっかりと自覚を持って伸ばしていった方がいい。ひよりちゃんまで、ありがとう。もう少し休んだら、次はダンスレッスンに移ろう。振り付けの確認から、軽く踊ってみるところまで。オッケー！じゃあ、最後は私の番だね。いっくよー！八宮さん、すごく楽しそうに踊ってる。めぐるちゃん、すごい。鳥さんが空を飛んでるみたいな。私も、負けてられないな。よし！こんな感じかな。これで一周だね。お疲れ様。八宮さんのダンス、すごくキレがあった。ほんと？ありがとう！いろいろ助っ人やってたおかげかな。やっぱり、体を動かすのってすっごく楽しい。めぐるちゃんはダンスが好きなんだね。そうかも。また好きなものが増えちゃった。今度は歌とダンスを合わせてみよう。
二人とも大丈夫？大丈夫だよ。ごめんね、ついていけてなくて。混乱しないでできてるの、日和だけだったね。日和ちゃん、すごく上手だった。どうやったらいいのかな。バランスかな。歌とダンス、どちらかにかかりきりになったらダメなの。体が完全に覚えるまで反復練習をして、とにかく慣れるまでは繰り返すしかないよ。たくさん練習しないと。そっか、そうだね。レッスンあるのみだ。マナ、追いつけるように一緒に頑張ろうね。今日はお疲れ。次もよろしくね。お疲れ様。また次のレッスンで。お疲れ様。今日のレッスン、ダメだったな。日和ちゃんは努力家だし、めぐるちゃんはパワーがあって、今のままじゃ、きっとみんなに迷惑をかけちゃう。頑張らないと。日和ちゃんとめぐるちゃんと3人で、イルミネーションスターズになるために、よーし、頑張るぞ。私じゃ八宮さんのダンスにはかなわない。歌だって桜木さんにはもっとレッスンしないと。この間の続きからいくね。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。大丈夫、このまま。ごめんね、めぐるちゃん。大丈夫だった？うん、大丈夫。平気だよ。今のところ難しいよね。多分だけど、最後のステップは気持ち早めに入った方がいいかも。ごめんなさい。いいって。ほらほら、もう一回やってみよう。じゃあ、今のところから。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ごめんなさい。私また。大丈夫。できるようになるまで頑張ろう。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。惜しい。あとちょっとだったよ、マノ。きっと次は。ちょっといいかな。桜木さん、ミスしたところ、ステップのこと考えすぎてる。音を聞けてないから動きが遅れちゃうんだと思う。あと振り付けに自信がない時、動きが小さくなってる。その分テンポが悪くなってて、次に影響してるの。そっか。ありがとう。それと視線が下がりがちだから、しっかり前を見て。わかった。ごめんね、日和ちゃん。別に謝ってもらいたかったわけじゃなくて、できるようになってくれたらそれで大丈夫。じゃあもう一回。音をよく聞いて、テンポが遅れないように。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。また。止まらないで続けて。二人ともごめんなさい。ねえ、一旦休憩にしない？私ちょっと疲れちゃったよ。マナも日和もお水とか飲もう。ありがとう、めぐるちゃん。ありがとう。でも大丈夫。今日はここまでにしよう。あまり無理をしても良くないから。日和ちゃん、でも。私と一緒にやるより一人でやった方が桜木さんもやりやすいのかな。今の桜木さんは
多分一人で練習した方がいいと思う。じゃあ気になるところは次までの宿題ってことにしよっか。ごめんなさい、私が間違ってばっかりで。マノだけじゃないよ、私だってうまくできてないところいっぱいあるし。本当にごめんね。次のレッスンまでにダメだったところ直してくるね。うん。桜木さんにあんな風に言ったんだし、私も完璧にしておかないと。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。大丈夫、その調子だよ、マノ。前よりタイミング取れてきてるよ。ひよりちゃんもごめんね。うん。桜木さん、私の前だと硬くなっちゃってる。私があんな言い方をしたから。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。あれ、ひより？移動始めるの今のところだったよね。あ、ごめんなさい、私。大丈夫、大丈夫。もう一回やろう。マノも行くよ。何やってるんだろう。桜木さんにあんなこと言っておいて自分ができてないなんて。ダメ、集中しないと。このままじゃ示しがつかない。そうしないと二人ともきっと私のことはあ。お疲れ様です、プロデューサー。いえ、二人とも頑張っているので、私も負けてられないと反省していました。二人とうまくいっていないなんて、さすがに言えない。私の努力不足です。三人の呼吸もまだうまく合わなくて。どんなレッスンでしょうか？わかりました。よろしくお願いします。どうかな。今のすっごく良かった。マノ、ちゃんとつかめてきてるよ。めぐるちゃん、私汗かいてるからくっつかない方が。そんなの気にならないよ。特訓の成果出てきてるね。めぐるちゃんのおかげだよ。よーし、じゃあ今日はもうちょっと頑張っちゃおっか。でもその前に一旦休憩にしよう。じゃあ何か飲み物買ってくるね。いいよ、そんな気を使わなくても。お礼させてほしいんだ。待ってて、めぐるちゃん。あれって桜木さん？ひよりちゃん、どうしたの？今日お休みだったんじゃ。プロデューサーから臨時レッスンだって聞いてて。臨時レッスン？私何にも聞いてなくて。あれ？でも今日は私ずっとここを使う予定で。桜木さん大丈夫？慌てなくていいよ。どこか行くところだった？飲み物を買いに。ひよりちゃん、ちょっとだけ付き合ってもらってもいい？
はね、プロデューサーさんにお願いして、レッスン場を使わせてもらってたんだ。私、できないことが多いから、たくさん練習しなきゃって思って。そうなんだ。さっき、やっとうまくできたんだよ。めぐるちゃんも褒めてくれたんだ。早く二人と同じ場所に立ちたいって思ってたから、ちょっとだけ近づけた気がして、すごく嬉しいの。二人に並べるように、いつか二人と一緒に歩けるように、私、これからも頑張るね。待って。桜木さんが並べてないなんてことない。私たちはちゃんと同じ場所に立ってるよ。桜木さんだけ追いついてないみたいに言わないで。でも桜木さん、本当にごめんなさい。謝らなくちゃいけないことがたくさんある。レッスンの時のこと、私いつもきつく言っちゃって。そんな、日和ちゃんはアドバイスしてくれただけで謝ることじゃないよ。うん。私、全然言い方を考えられてなかった。それに、桜木さんのことも誤解してた。八宮さんのことも。あんな風に、きつく言ってばかりだったから、私と練習するの嫌になっちゃうんじゃないかって。二人のこと、全然分かってなかった。もしかしたら諦めちゃうかもって、勝手に心配して、二人のアイドルになりたいっていう気持ち、信じられてなかった。本当に、ごめんなさい。そんなこと全然気にしてないよ。日和ちゃんの気持ちに追いつけてなかったのは本当だし、私、落ち込んじゃうばっかりで、日和ちゃんと全然お話できてなかった。こういうこと、本当は話しておかなきゃなのに、うまくできなくて。とにかく、私、日和ちゃんと練習するの、嫌なんかじゃないよ。ありがとう、桜木さん。ごめんね、日和ちゃん。ありがとう。私、これからもっと頑張る。二人に恥ずかしくないように、二人に負けないように。私も負けないよ。ねえ、日和ちゃん、この後一緒に練習できないかな。特訓の成果、見てもらいたいんだ。うん。もう、マノ遅い。って、あれ？日和？なんで？臨時レッスンかな。今から私も一緒にやらせてほしい。さあ、休憩は終わり。レッスン始めよう。体調を崩しました。今日のレッスンはお休みします。本当にごめんなさい。日和、体調崩しちゃったんだ。とっくに合流した日からずっと張り切ってる感じだったしな。無理しちゃってたのかも。後でお見舞いに行くね。マノも行くかな。連絡しておこう。ごめん、ありがとう。着いたらインターホンで呼んでください。部屋番号は？さす
ってくれてありがとう。私も行きたいな。でも今日は用事があって。遅くなっちゃうので先に行ってて。日和ちゃんのお家で合流するね。よし、先に行こう。で、まだダメだ。もしもし。めぐるだよ。ごめん、今日の助っ人なんだけどさ。八宮です。日和ちゃんのお見舞いに来ました。待ってて、今開けるから。日和、体の具合はどう？少し良くなった。お見舞いにまで来てくれて。他の用事とか大丈夫だった？もちろん、今は日和が大事だもん。私のせいでレッスンの予定狂っちゃったよね。せっかく3人の動きが揃ってきたのに、大事な時に私。ちょっと日和、ダメだよ。私そんな顔してもらいたかったわけじゃないよ。今はちゃんと休むのが日和の仕事ね。ほら、横になって。迷惑かけてごめん。もう、だから迷惑なんてかけられてないってば。私は心配してるの。それって違うこと？違うことだよ。日和がしなきゃいけないのは、今度から無理しないようにしようっていう反省なんだからね。私のせいだーって気に病んだりとかはしちゃダメなんだから。ちゃんとわかってる？そっか。ごめんね。ありがとう。わかればよろしい。私、今度こそ2人と一緒に頑張ろうって思ってたのに。まだ焦ってたんだね。今のままじゃダメだって思って空回りしてた。日和は頑張りすぎちゃうだけなんだよ。そこまでやれちゃうのは日和の気持ちが強いからだって私もマナも分かってる。無理しすぎちゃうのは直さなきゃだけどね。でもそうやってアイドルに真剣な日和が今のままでダメなわけないよ。いつもこうやって気を使ってもらってる気がする。そんなんじゃないよ。本当のこと言ってるだけだもん。でも日和とこうやってゆっくりお話ができるのは嬉しいかな。初めてだしね。そうだね。今までこういうことできなかったし。よかったらユニットのこととかもっと話したいんだけど、いい？おお、それならいいネタがあるよ。プロデューサーがね、私たちのボーカルレッスン撮ってたみたいで。じゃーん、その音源一緒に聞こう。やっぱり桜木さんの声よく通るね。私も通りやすい方なんだけどな。マナの声はなんていうか聞き入っちゃう声だよね。私もっと練習しないと。はーい、一つ改善点を挙げたいです。何？何でも教えてほしい。日和はいろんなことを自分だけでどうにかしようと思いすぎだと思います。これからずっと3人なんだから、練習だって3人でやろうよ。1人でやるよりみんなで話し合った方がうまくいくと思うんだ。だってせっかく同じユニットになれたんだからさ。そうでしょ？八宮さん。そうだよね。ありがとう、めぐる。来てくれて嬉しかった。おかげですっきりした。私、イルミネーションスターズで、みんなで一緒に輝きたい。3人、一緒に、一番輝くアイドルになりたい。もちろん
私たちならきっと輝けるよ。デビューライブ頑張ろうね。あ、きっとマノだね。私出てくるよ。ごめん、お願い。3人一緒にって、そんな風に言えるようになるなんて思ってなかった。ごめんね、ひよりちゃん。遅くなっちゃって。具合大丈夫？うん、平気だよ。はあ、よかった。来てくれて嬉しい。今ね、二人でイルミネのことを話してたんだよ。ほんと？どんな？みんなで輝きたいっていう話。頑張ろう、マノ。頑張ろうね、ひよりちゃん。今、マノって。そういうことだよ。ねえ、ひより。静かにしてめぐる。でも改めてよろしく、二人とも。今日からレッスンに復帰できる。迷惑心配かけちゃったし、二人に謝らないと。あ、めぐる、おはよう。ひようん。今から事務所行くよね。よかったら一緒に。ごめん、ちょっと今は、急いでるんだ。先行くね。また後でね。どうしたんだろう。今度はマノ、おはよう。ひよりちゃん。おはよう。早いんだね。遅れちゃった分取り戻したくて、早めにレッスン始めようと思ったんだけど。そうだったんだね。もう少し後に来るって聞いてたから、びっくりしちゃって。マノ、大丈夫？大丈夫。なんでもないよ。私、ちょっと急いでるから、先に行くね。ごめんね、ひよりちゃん。マノまで。二人の様子、明らかに変だった。なんだか、避けられてる、みたいな。やっぱり、愛想つかされちゃったのかな。どうしよう。壁の飾りはこれでいいでしょ？あとは、テーブルだ！おはよう、めぐるちゃん。どうしよう。もうすぐひよりちゃんが来ちゃうかも。私もさっき会った。急ごう。このままじゃ中途半端になっちゃう。せっかく内緒でパーティー準備したんだもん。ちゃんと驚いてもらわなきゃだよ。私も手伝うよ。あとはテーブルだけ。お願い。料理は奥に出してあるから。わかった。仲良くなれたと思ってたのは私だけだったのかな。マノもめぐるも気を使ってくれてただけで、そうは思いたくないけど、事務所に急ぎの用事ってことはプロデューサーに用があるのかな。解散とか。そんなの嫌だ。せっかく二人に出会えたのに。ギリギリセーフだよ。めぐるちゃん、はい、クラッカー。ありがとう。いい？ひよりが来たらすぐにクラッカーを。パンパンパーンだよね。ひより来
きたみたい。おはようございます。復帰おめでとう、ひより。おかえり、ひよりちゃん。あれ？ひよりちゃん、大丈夫？びっくりした。もう、ひより、びっくりするならもっと大げさにしてよ。だって、いきなりすぎて、二人とも変だったから私心配して。心配？うん。なんでもないの。いらない心配だった。ああ、でも、本当にびっくりした。二人とも、ありがとう。それに、今日まで心配かけて、ごめんなさい。サプライズは成功かな？でも、まだまだお礼を言われるには早いよ。ひよりの復帰パーティー、始めよう。私、プロデューサーさんを呼んでくるね。ねえ、ひより、こっちまだ残ってるよ。これも食べて。ひよりちゃん、こっちも美味しいよ。こんなに食べられないよ。こんなに楽しくしてていいのかな。そうそう、今日はいいの。今日は私たちとコミュニケーション取るのが優先だよ。ひよりちゃんがいなくて寂しかったかありがとう。二人とも、本当に。どういたしまして。考えすぎてたな、私。愛想をつかされたとか、解散するかもとか、マノも、メグルも、信頼できる仲間なんだ。二人もそう思ってくれてるって、改めて分かった。そっか、ここが、私の居場所なんだ。できた？できたー！めぐるちゃん！苦しいってめぐる。いきなり抱きつかないで。私たち、今完璧だった！完璧だったよね！ちゃんと揃ってたよね！落ち着いて、大丈夫だから。本当に、私、うまくできてたかな？みんなに教えてもらったこと、ちゃんと守れてたかな？みんなできてたよ。ちゃんと揃ってた。今までの練習で一番うまくいってたと思う。マノもすごく堂々としてた。ターンも綺麗だったし、ちゃんと前も見れてたし、鳥が空を飛んでるみたいだった。さすが私たちのマノ！やったね、マノ。二人が一緒に頑張ってくれたからだよ。二人のおかげだよ。ひよりちゃん、めぐるちゃん。はい、これがマノとひよりの分のジュース。ごめんね、めぐるちゃん。買ってきてくれてありがとう。ありがとう、めぐる。どういたしまして。今日のジュースは美味しいな。勝利の祝杯の味って感じ？まだ何も勝ってないでしょ。いやいや、勝ってるんだよ。例えばほら、昨日の私たちとかにはさ。そっか、ほんとだね。私たち、昨日よりちょっとかもしれないけど、成長してるもんね。それじゃあ、毎日お祝いのジュースが必要になりそう。おお、ひよりもちゃんと毎日成長してるって実感してるん
今のはそういう気持ちでやらなきゃって話で。これからも一歩ずつみんなで一緒に頑張っていこうね。もう。でも、めぐるちゃんの言う通りだよ。私たちみんなで進んでいかなくちゃ。プロデューサーさんも葉月さんも、さっきすごく喜んでくれてたし。そうそう、この調子だーってすっごく応援してくれたよね。そうだね。応援してくれる人、支えてくれる人のためにも、いいステージを見せられるアイドルにならないと、自分たちの力だけじゃここまで来られなかったんだから、恩返ししなくちゃ。私たちのステージでみんな笑顔になってくれたら恩返しになるかな。ステージで恩返しをするのがアイドルの仕事でしょ。だからこれからもレッスンを頑張ろう。それで結果を出して、さすが翼プロのアイドルだって言われたい。ひよりちゃん、めぐるちゃん。私たちユニットを組んだばっかりで、デビューライブだってまだだし、ウィングなんて遠い未来の話みたいに思えちゃうけど、これからも3人ならうまくできるよね。もちろん大丈夫だよ。一緒なら何だってできちゃうって私は思うな。ちょっと油断大敵でしょ。でも私もめぐるの意見に賛成。3人一緒ならきっとどこまででもいけると思う。だって私たちが目指してるのはウィングだからね。今の感じ優勝も狙えちゃうんじゃない？やるからには当然だけど、さっきも言ったでしょ。油断大敵。油断じゃないよ。自信だよ。またそうやってすぐ調子に乗るの、めぐるの悪い癖だよ。何を？日和は慎重すぎるんだからね。慎重なのは悪いことじゃないから。たまには瞬発力だって必要になるもん。まあまあ、二人とも。マノはどう思うの？ひよりちゃんもめぐるちゃんもお互いのことをよく見てるんだなって。イルミネーションスターズはお互いに大好きって思ったメンバーが集まったユニットなんだなって、そう思うかな。だからこの3人でどこまでも羽ばたきたい。デビューライブもウィングもその先にだってずっともうすぐ始まるね。緊張してきちゃった。大丈夫だよ、マノ。今日のためにずっと練習してきたんだから。私たちならできるよ、マノ。そうだよね。今までやってきたことを信じれば。ここまで来たらジタバタしてもしょうがない。今は集中しよう。わかった。どうかな。少しは落ち着いて見える？まだ足りないかも。落ち着かない気持ちもわかるけどね。私もすっごくドキドキしてるし。客席で待っててくれてるのは私たちのことを応援したいと思ってくれてる人たちだから大丈夫。ほほん。私たちここに来るまでいろんなことがあったよね。最初はぎこちなかったし、練習だと失敗の方が多かったし、なのにパーティーしてはしゃいだりしたし。でもね、そういうの全部大事な思い出なんだなーって今改めて思ったよ。だからこうやって緊張してるのもこの先笑って思い出せるよう
大丈夫な感じしてこない？そうかも。私ね、マノも日和も本当に大好きなんだ。二人ともっといっぱい思い出を作りたい。まずは今日の最高のデビューライブから。私も日和ちゃんとめぐるちゃんが大好き。私じゃ二人に追いつけないかもしれないって思ったこともあったけど、あの時頑張ろうって思えてよかった。めぐるちゃんに特訓を手伝ってもらえてよかった。日和ちゃんにたくさんアドバイスをもらえてよかった。そうじゃなかったらきっとここには立ててなかったはずだから。だから二人に会えてイルミネーションスターズになれてよかった。うん。マノ、いい顔してる。緊張解けたみたいだね。はい、みんな行こう。3人とも震えちゃってるじゃん。あれだけ緊張してないって確認したのに。それを言うならめぐるも一緒でしょ。やっぱりステージが近くなると違うね。よーし、こういう時はおりゃー。めぐる、苦しいよ。めぐるちゃん。でもさ、これで震えは収まったでしょ？強引すぎ。でもほんとだね。ありがとう、めぐるちゃん。どういたしまして。私たちのこと呼んでくれてる。本当だ、聞こえるね。私、プロデューサーさんがつけてくれたイルミネーションスターズって名前が好きなんだ。みんなの力でキラキラ輝けるんだって思えて。いつの間にか馴染んでた。私は最初から大好きだったよ。このキラキラ早くファンのみんなに届けなくちゃね。あ、待って。最後に一つだけいい？なに？私も二人とユニットを組めてよかった。三人一緒だからここまで来れた。だからありがとう。日和ちゃん。この3人だからここまで来れた。これからもこの3人でずっと一緒に。それじゃ行くよ。輝きをみんなに届けよう。イルミネーション